Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. 今夜はですね、初めての企画ということで、最近How are you feeling? 最近 No, it's called 最近どういう最近どうよどうよラジオをね、ちょっとしたいと思います。最近どうよっていうラジオ。そう、私たちなんか前までは1ヶ月前かな、2ヶ月前ぐらいまでは一緒に住んでたんですけど、ね、もう住まなくなってね、ゆかもなんかも新しいライフステージをね、right? Right. Yeah. その新しいライフステージに行ってるから、It's not even a life stage, I feel right. like. 新しい、まあ、一緒に住んでないんですよ、そうもう一緒に住んでないから、私のこのお家で、ね、最近なんかどうよっていうね、最近どんな感じで生きてるかっていうのをね、ラジオみたいな感じでしたいなと思っています。います。で、日本語でね、ちょっとやってみたいな。そうね。ね、どうですか、日本語。私の日本語。私の日本語。ゆかはさ、英語か日本語どっちの方がさ、やっぱりいいの？自分としては。最近の話でしょ。最近の話。最近の話。うん最近は完全に英語がいい。あ、本当に、うんじゃあさ、英語か日本語か関西弁やったらどっちがいいの？英語。あ、本当にいや、私もね、英語の方がやっぱいいんだよ。全然いいよね。うんなんか最近、もう日本語が難しくなってきて、そうだよね。英語。なんかさ、なんか私さ、日本に来て、すごいね、英語がめっちゃ上手になったような気がする。なんでだろうね。なんでだろうね。なんか、日本にいるからこそ、なんていうのかな。英語の、なんかさ、ポッドキャストとかさ、聞くようになったのね、私。で、独り言も全部英語なの。だからなんか大学時代が一番なんか英語めっちゃ上手になった時期なんだけど、It's like いやね、日本に来てね、なんか最近そのさ、先週とかさ、私アメリカ人の友達来てたじゃん、ロサンゼルスからね。でそれでもめっちゃ英語喋るし、でもなんか日本に来て、私は英語が上手になった。さらに。確かに。知らんけど。日本語ってすっごい難しいんだと思う。私の中で日本語は誤解を招く言語だと思ってて。That's so funny. It's so true. 日本語って本当に難しいと思う。なんかでもゆかはさ、日本のさ、会社じゃない？会社で働いてるじゃない？難しくない？そしたら。すっごい難しい。時々私、ゆかのなんかさ、メールの文面とか読んだりとかするんだけどね、私。なんか、あるやん。なんか、言い方難しいよね。なんかでも逆に言うとミサの日本語の文面も読んで、なんでこんな漢字が多いんだろうって。私は結構硬めなんだよね。そう、硬いんだよ。硬すぎて多分なんか読んでる側としてはちょっと引く。硬すぎてこの人硬いんだろうなみたいな。例えば確かにね。私はよろしくお願いいたします。まあ、全部お願いだけ漢字で全部ひらがななのね。確かに。そっちの方が丸くてなんか親切さっていうのが、なんか優しさみたいなのが伝わると思ってそこを工夫してるのね。でもミサは全部漢字そう私はよろしくお願いいたしますまでいくから、ね、いたしますも全部漢字だからそれを見てってなったことは本当に、私はねなんか逆になんかさ全部漢字の方がいいんかなみたいな。ミサ何とぞ何とぞ、あ、そう、何とぞ何とぞよろしくお願い申し上げますまで前言ってたからね。そうね。でもやっぱりなんかその先輩の人に、なんか前そのさ、普通に正社の時に、結構、先輩の方にもちょっと硬いんじゃないみたいな。ミサちゃんっぽくないよみたいな感じで言われたことはある。でもなんか、よろしくお願いしますって言ってもなんかさ、なんかちょっと子供っぽく感じるから、だから I like that よろしくお願いいたします。私もいたしますまで出すけど、ひらがなで書いたらすごくソフトになる。確かにね。確かに私は結構なんか日本語は硬い方がいいんかなみたいな感じで思ってたから、だからなんかちょっと書いてた。なんか漢字を読むと、なんか例えばさ、ありがたいっていう漢字があるじゃん。それを私はすごい嫌いだったの、その漢字が。ありがたいね。そう難しいって書いてありがたいことなのになんでこんな難しいのみたいな。ありがたいってなんででもその漢字を読むとそのありがたいことが難しいからなんかありがたいっていう状況ってそんな簡単にあることじゃなくて難しいからこういうあることが難しいからそれでありがたいみたいな。That's deep.
確かに。日本語ってディープなんだよ、ね私はね、私ってさ、日本の補習校でさ、漢字とか習ったじゃん。なんかアメリカでね。でさ、漢字好きだった？漢字の勉強とか。No? No? 私めっちゃ好きやった。私さ、森とかってさ、木がめっちゃあるから森なんだみたいな。林っていうのはさ、そこまで木がないからなんか木が日本でさ、森の方がめっちゃ木が多いからさ、木が3本立ってんねみたいな。わかる？ Does that make sense? It does. It makes sense to me. I was like, wow! 面白いよね。わかる？なんかそう考えたら面白い。そう面白い。とかさ、なんか人に関わるものは人弁とかさ。わかる？蓋つけるものはそう、なんか蓋弁。蓋のやつあるじゃん。だから草生やしとか草弁。だから水に草冠。山水は水みたいな、ね。水みたいな。そういうものは面白い、ね。でもさ、なんかwhat's confusing is like この肉付きとさ、月変ってあるんだよ。わかる？肉付きっていうのはさ、なんか腰とかさ、なんか体に関わるものは肉付きって言うんだけど、なんか普通のなんか月っていうのもあるのね。なんか体に関わらないような感じやったらなんか月変ってなるんだけど、その月変ってどういう感じ？普通の月なんだけど、なんかそれシンプルに単品月なんか違う、その漢字の全体の意味を見て、これは肉付きなのか月変なのかみたいな見ないといけないの。その全体的な感じがもしなんか体に関わるような腰とかね、そうめっちゃあるけど腰、それしか思いつかない。脂肪とか。そう脂肪、わかんないけどね、あったらそれは肉付きなんだけど、なんか月変、なんか if it's just like なんかそういう体に関わらないものだったら月変なの。でも月変の体に関わらない月変に使われてる漢字って例えば何？わかんないでもそうなんかあるんだよそういうことね。でも漢字私めっちゃ好きだった。漢字テストとかあったよね、毎週。いや、なんかその漢字テストをなんか無理やりめっちゃ学ばせるのがなんか嫌だった。でも書くのはすごく好きだった。確かに、習字とかやってたからさ。確かにゆかめっちゃさ字が上手だよね。そうでかくて、You're like so good. めっちゃ上手。でかくて、でもあれって上手な理由は書き順が合ってるから。そう書き順ね。でそれが私の中では多分こうだろうなっていう書き順なのね。でだからなんかそのちゃんと学んだっていうよりかはこう書いた方がいいんじゃないみたいな書き順でやったらなんかそれが合ってるっていう。私はねなんかちゃんとねなんか漢字のなんか新しい漢字を勉強するときは毎週漢字出てくるじゃん。でするときは絶対にこの書き順からも最初から学んでいくのね。1,2,3,4そうちゃんと全部書き順が合ってるかどうか確認してなんかだってさ漢字ってさ学び直さないじゃん。別に、だからさ一番最初に学んだ時がもう肝だと思ったから小さい頃ね。すごいね。だから一番最初のこの最初の出だしはちゃんと漢字の書き順さえ分かっとかないといけないなみたいな感じで思った。すごい小学生だね。すごい小学生だよね。そんなこと考えることない。I love 漢字。漢字説とか毎週あったもんね。で100点取ったら$1ドルもらえるみたいな。Do you remember that? あれよかった。めっちゃお金持ちになった私。あれね、だんだんとあれね25円になってそう。Really? 25セントだった。そう。100点取ったら$1ドルもらえてたよ。Is either like なんか数学のクイズとかが25セントだった。数学のクイズはさ、なんか私たちそうだね。数学とかはアメリカでなんかそろばんやってたじゃん。そう、そろばんやってたから簡単だろう。簡単だったよね。って思ってお母さんが25セント。25セントか。Wow, that's true. あれめっちゃ簡単だったもん。でもあれめっちゃ貯めたら結構なお小遣いになるよね。そうだよね。私はネズミ年だからさ、めっちゃ貯めてた。何にも使わないけど貯めるだけ貯めるみたいな。そう、貯めるだけ貯めるね。で使わない。そう、あとお小遣いがいらないからね。確かにね。お小遣いなかったよね。そうね。そう。That's why I was like めっちゃ貯める。今でもね。なんか寅年ってさ、今年何年かわかる？ヘビ年。そう、ヘビ年。It's not エビ年, it's ヘビ年。It's heavy. I don't know like what kind of year that is, but まあ。あれだよ。皮からむける。脱皮の年。脱皮の年なんだ。そう。ヘビだから。今まで積み重ねた努力がひだする年なの。へえ、wow, you know the word ひだ。I just want to ひだ。
But anyways 実るんだって。実るの。へえ。ゆかはなんかさ、去年めっちゃ頑張ったものみたいなのが実りそうですか？どうだろうね。聞きましょう。どうだろうね。どうだろうね。うん。どうだろうね。But you これなんかどうだろうねラジオになりますか？どうだろうね。どうだろうね。I think we should have like お酒。I know. Should we drink お酒？ Yeah. 私実はね、お酒があって、お酒があってじゃなくて、お酒が最近お酒を飲めるようになった。そうなんですよ。私最近お酒を飲めるようになって、ちょっと待ってね。レモンサワーと、札幌、ラメンサワー。あと、韓国の、マスカットがあります。チャミスル。チャミソル飲んだの？飲んでない。私はこれ、I don't know why I have this actually. Yeah. Why do I have this? Do you want this? I opened your fridge and I was like, why do you have it? レモンサワーにしよう。Okay. レモンサワーを2人で割る？ Yeah. ビールってなんか太るんだよね。そう。Yeah. 飲みすぎはね、it's not very good. Right. I think we should. Oh, sorry. Maybe I have this and this. I think that's about it. Okay. ちょっと洗いますね。そう最近さ、私お酒結構飲むんだよ。なんか去年とかまでは全然ねお酒とか飲んでなかったんだけど。Right. これ ASMR できるかな？おー、すごい。今回飲まれてるものは何ですか？今回飲まれているものはちょっと待ってくださいね。レモンサワーでございます。こだわりの酒場っていうんですかね。サントリーさんのレモンサワーを飲みながら追い出しレモン。アルコール5度でございます。5度でございます。アルコール5度 5%。Yeah. That's a lot. 私、ほろ酔いで結構ね。果汁 1.6%。私、ほろ酔いって3%だよ。私、ほろ酔いで、次二日酔いになるタイプなんだけど、最近私実はね、初めてクラブに行ったの。Right. 日本のね。Yes. 銀座にあるようなやつ。で、それでめっちゃ飲んだんだけど、全然、二日酔いにならなかった。あれすごいよね。Yes. Cheers. 私、いつもほろ酔いでさ、飲む人なの。ほろ酔いで、ほろ酔って、で、二日酔いになる。二日酔いになる理由って甘いからなんだよ。あ、そうなんだ。甘さとか、なんか甘いものは大体二日酔いになりやすいらしい。ミックスする。I took like shot. Right. So, そういうのに強いのかもね。私、覚醒したの脱皮したんじゃない？日々年だからさ、脱皮したんじゃない今年。いや、覚醒してる。覚醒したなと思う。そう。で、まあ、最初のさ、パーティーで、なんか3時間まで私行ってさ、朝6時までやばくない？肌がやられると思って私。あれは、1年に1回行事。いや、まあでも何回かやってもいいかなと思うけど。そう、3回ぐらいまで。3回ぐらいまでやっていいと思う。あれ楽しいよね。なんかさ、いけないことをしてるから。いけないことをしてるから。確かに。朝までさ、多分なんか楽しむって独身のあれじゃない？いや、I mean, yeah, I guess so. Yeah. でも、なんか大学の時にそれを経験してたら、社会人になってからそれやるのって結構稀じゃない？結構稀だし、なんかでもやる人は全然いる。いる、全然やる。全然いる。で最近なんかやっぱり知り合った人たちとかは結構飲む人たちじゃん。だからなんか、楽しい。それ言うとさ、パリピってすごいよね。パリピって体力がすごいと思う。すごいと思う。なんか、普通に体力ないよね。なんか毎日パーリーするの。毎日パーリー。いやだからなんか広告代理店とかさ、すごいよね。すごいよね。なんか世界ってすごいよね。バンしてるらしいよ。すごいよね、あれ。だから、なんか結構普通にすごいと思う。体力がすごい。It's crazy. あれやったらなんか、なんていうのか、老けるんじゃないかなってとも私は思う。夜中までさ、こういうアルコールを飲んで、朝までいるんだよ。確かに。なんか毛穴さんとか泣いてるよね。もう泣いてるね。でそれを考えるじゃん。そしたらなんかやりたくないんだけど、でも結構楽しくない？なんか、イエーイってやるの。I thought it was kind of fun. I think it's fun. Yeah.
そう楽しいっちゃ楽しいけど、なんかその一回やったらもうなんか体が持たないからもう絶対無理って思っちゃうんだよね。なんかその例えば新卒の時とかは結構そのオールとかはしてたけど、でもそうなんだ、知らなかった。オールしてた。でも一緒に住んでたでしょ。いや私何してた私寝てたの家で。寝てた。知らなかった、オールしてるの。いや、朝に帰ってくることが多かった。確かに。なんか誰かのうちに泊まってんのかなと思った。No、オールなんだよ。オールなんだ。すごいね。で、帰ってきて、でも、ミサは寝てんじゃん。私は寝てる。とか、でも、今はもうそれできない。なんかその、次の日が辛すぎて。だから、もう、終電には絶対帰りたい。もう終電帰ります。帰るし。私結構できると思う。私、まあ先週ね、クラブ行って、で、まあ朝、アレックスとジェームズのところに、なんかホテルがあったから、まあその下のなんかカウチで渡って寝て、朝6時。で、朝9時に起きて、で、9時半ぐらいかな。で、近くのカフェ行って、なんか一旦仕事したのね。で、帰ってきて、で、なんか、全然大丈夫やった。元気だわ、みたいな。その後ちょっと一日仕事して終わったけど。Right。別にそこまでなんか悪くはなかったから、私結構いけるかもしれないみたいな感じやった。私次の日、またお昼から飲んでたのね。で、夜も飲んでないから飲む予定があったから、なんか、だからもう私は二日酔いのなんかすっごいミックスしちゃったんだよね。二日酔いだったの？二日酔いだった。ミックスしちゃって、で、二日酔いになって、で、二日酔いのままランチ行って、で、また飲んで、なんか夕方ぐらいまで。で、そこからまたディナーで飲んで、みたいな。もうずっと飲んでたから。すごいね。よく細いよね。よく細いっていうか、めっちゃ細いよね、でも。でもすごいむくむ。確かに。飲んだらむくむ。確かに。私もなんかちょっと、なんかお腹悪いな、みたいな感じになったから、ここにめっちゃ砂糖入ってるんだね。Oh yeah. Really? I just didn't know. Oh yeah. I don't know how to read this. でも楽しかった、普通に。楽しいよね。なんか私大学時代そこまでやんなかったから、そういうの。なんかマジで。なんか大学、私の恒例の20歳で卒業したっていう。確かに。めっちゃクレイジーね。めっちゃ変。なんか確かに大学2年ぐらいしか行ってなかったね。2年半ぐらいしかなんか実質に行ってなかったから。そうだね。だからなんか、でさ、アメリカってさ21歳じゃん。飲めるのがさ、そもそもね。だからさ、みんな結構でも18、19とか飲んでるじゃん、でも。20歳でもね。で、私はなんかそこまで弱いなとか思ったから、なんか飲んでなかったんだけど、でもやっぱ21からしかバーとかさ、クラブとか行けないからさ、ベガスとかに行けないから、だからなんかその経験がなんか一切なく、日本来たから、だからなんか、でもさ、今やっててよかったと思う。なんかこれでじゃあ、35歳とかになって、一回もなんかクラブとかさ、そういうなんかめっちゃ飲んだ機会がないってなったらさ、そうね、経験は必要だと思う。経験必要だと思う。誰も経験が必要だと思う。そう。そういうなんか、楽しいと思う。なんかそういう結構クレイジーな感じなものをやる経験はみんな必要だと思う。It's fun. It's fun. で、恋愛の経験も私すごく必要だと思う。Oh yeah. That's good too. それもめっちゃいいよね。なんか今年はちゃんとね、なんか私、彼氏は作らないとかさ、ね、そういうマインドだけど、結構なんか、のめり込みたくないから、その恋愛とかにさ。のめり込むからね、ミサ。ゆかものめり込むよ。そう、みんなのめり込むんで。ゆかものめり込むよ。みんなのめり込むんで、It's love. いや、で、なんか love って、I think it's so 危険。で、恋愛ってめっちゃ危険やと思う、私も。でさ、恋愛とかこの人めっちゃ好きみたいなのだったらさ、めっちゃさ入るじゃん。そう。で、そしたらさ、なんか前がさ、なんか曇っちゃうんだよね。そう。わかる？いい判断ができなくなるから、私はすごく、明快じゃなくなるから、すごく警戒するの、恋愛とかって。だから、なんか、で、時々さ、恋愛とかもさ、なんていうのかな、自分を見失うことがあるじゃん。なんかそれがすっごく、そのね、感覚がめちゃくちゃ嫌で、だからなんか、だから何回かいろんな恋愛をしていく中で学ぶんだよ。It's a process. で、私は、まあこのね、数年間ね、なんかそういうのに、なんか足を踏み入れたくなかったのね。なんかさ、自分のことが分かんないからさ、まず。
私って結構自分のこと分かってないよね。分かってなくて、だからこういうの通しては分かろうとしてるだけなんだけど、そうだからなんか分かってないから、なんかそれプラスその上にさ、なんかもっと自分が分からなくなったら超怖いと思って、できないんだけど、最近になってやっとね、私ってこんな感じの人なんかなみたいな感じでなんか分かってきたから、そういうなんか恋愛だったりとか楽しいかなみたいな。I'm still learning だけど、全然学び中だけど、でもなんか自分を分かってないとその恋愛にも入れないよね。いや、そういうわけじゃないと思う。そうなんだ。で、私はね、なんかI think その恋愛、その自分を愛してない状態で恋愛に入るのはできないと思う。それはできないと思う。なるほどね。でも自分を知らないまま恋愛は入れると思う。その確かにね。一緒に学んでいくプロセスだから。確かに。だから、いろんなプロセスがあるよね。自分は自分がやりたいことを通して学ぶっていう一択と、なんか誰かと一緒にいて、その人になんかいっぱい教えてもらって、その人と経験をして、でなんか自分をもっと知っていく。でも同時並行もできると思う。そう。でも私はね、なんかね、そういうマインドにならなかったんだよ。なんか彼氏が欲しいなとかさ、誰かをなんかと一緒にいたいっていうなんか考えにも至らなかったの、ずっと。It's so weird. I know. でもなんかゆかとか見ててさ、なんかいいなとかね、いいなってかパートナーがいることはめっちゃいいことだと思う。わかる？なんかパートナーがいて、でなんかじゃあ一緒にこれをやろうだったりとか、どっか行く時も2人で行くみたいな、すごく素敵だと思う。でなんかいつも一人って言うとなんか結構ドライになってくるやん。なんか自分めっちゃ疲れ、なんかさ頑張ってるじゃん一人で、でそれを一緒にさなんか共有する人は欲しいなとは思う。そうだからなんかでもそれは本当に、ね、最近になってから、なんか今日も言ったけどなんかアンテナがで恋愛ってアンテナ張らないあかんやん。でもアンテナ張ってない時もポンと現れるからね。確かにね。逆にアンテナ張ってない時の方がポンと現れるかもしれない。なるほどね。で確かにアンテナ張ってない。でもねアンテナ張った方がいいと思う。アンテナは一応張っとく。で私マジねこんな感じでアンテナ全然張ってないから、だからなんかそういう面ではなんか例えばさなんか飲みたいとか何かがしたいって思わないとそれがやってこないじゃん。そうとかなんか私のじゃあめっちゃ飲む友達とかはなんかタイに行ったのにさ、飲まなかったのナイトライフどうだったのタイみたいな考えたことないみたいな感じだったのね、考えたことないのみたいな。確かにね考えないといけないよね。そう考えないといけない、頭の中にポンって入れとかないとちょっとなんか恋愛っていうのはたどり着かないと思う。確かにね。私の日々の生活やったら絶対にたどり着かないと思う。意識がないからね。そうなんか普通に、そう意識がないってめっちゃなんかでもさ恋愛って私小さい頃の方がもっと意識やってるような気がする。誰々くんが好きとかさ、小学生の頃とか私超なんかこの子めっちゃかっこいいとか思ってた。そうなんだ。とかさなんか私たちセブンティーンだった小学生で終わってんやん。昔の雑誌とかあったじゃん、昔じゃないか、なんか雑誌とか見ててさでなんかこの恋バナだったりとかめっちゃ好きやったし、普通にじゃあどうなったの？それがねもう本当に分かんない。なんか本当にねどうなったか分かんない。私日本に来てなんか性格もめっちゃ変わったような気がするし、わかる？なんか日本に来たら変わるよね。変わんない。いや魂が戻ってくる。魂が戻ってくる。いや誕生した魂が戻ってくるから。その日本で生まれたから、日本で I think その魂を置いてったんじゃない？確かに。で戻ってきたらなんか私これできるやん。そう覚醒するらしいよ。なんか魂が蘇る。そうなんか占い師から聞いた。私たちめっちゃ占い好きだからね。I think that's interesting. That's really interesting. 確かに。それはめっちゃ面白いかもしれない。そう。でも確かに性格変わってくるよね。変わってくるよね。なんだろうね。その環境が変わるっていうのもあるし、会ってる人も全然違うから。だってさなんかアメリカにいる時はさなんか結構なんか自分らしくはなかったよね。そう確かにね。思わない？やっぱ自分らしさって大事なんだね。そうとかなんか自分をちゃんとなんていうのかな認めてくれるような人が周りにいなかったような気がする。アメリカだと結構アメリカってさ結構みんなが自分を見てるじゃん。でもさ日本だったらさみんながみんなを見てるじゃん。なんか悪い意味でもいい意味でも、だからなんか日本に来てなんかちゃんとなんか
ミサだったりとかユカだったりとかさ言ってくれる人とか、うん思いやってくれる人が友達でさ、うんうん、いるってことはすごくいるってことを知ってすごくね私日本に来てなんか安心感を覚えた。確かにねそれはすごいあると思う、なんか友達いいなみたいな感じ。なんかアメリカってさ友達いいなって私あんまり思ったことはなかったような気がする。結構自分主で生きてたから、なんかアメリカなんかその大学の1年生の時でもなんかもっといっぱいじゃあ友達作りたいなと思ってめっちゃ頑張った年があったのね。でもなんか最終的には次の学期になったらみんな友達じゃなくなってなんかこんにゃくみたいな感じでスル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 友達がいなくなったみたいな。で本当の友達はまだ残ってるけど今でもね。でもなんかだからなんか日本に来てなんかちゃんといい友達が増えたような気がする。思わない？確かにね。ゆかって結構さなんかアメリカンじゃない？アメリカン？私よりはアメリカンじゃない？そう。I think so。どういうところが？なんかわかんない。なんか考え方とか結構アメリカンだけど、なんかゆかはもうなんかアメリカに帰りたくないっていうからなんか。アメリカンだと思う？考え方？そう。私結構日本人だと思う。確かにね。なんか最初来た時はすごくアメリカンやったような気がする。なんかアメリカ人だなみたいな思ったけど。でも確かになんかすごく考え方はしっかりしてるよね。ミサより日本人だと思う。確かに私の方がテーブルの上とか座るし。確かに私めっちゃなんか確かにお行儀悪いよね普通に。テーブルの上とかこことか座っちゃうよね。座って食べるし。テーブルいらんやん。椅子やんみたいな、ね。そう。とかあったりするから。いやでも結構私はでもどっちともアメリカなんだと思う。アメリカンだと思うけどでもなんかちゃんときっぱり分かれてるような気がする。なんか日本人の方と一緒にいたら日本人らしくなれるみたいな。いやでも逆かもしれない。私は日本人の中にいたら私はめっちゃアメリカンになるけどアメリカンになるっていうかアメリカンだなって。確かにそうだね。でもなんか選手とかさ私のアメリカ人の友達とかいたら日本人だなみたいになるからなんかなんていうのかないい感じでさコントロールができるよね、できるのかな。コントロールなのかな。コントロールは無意識にまあ確かに意識的ではないような気がする。そこまでいかないみたいなのがあるんだと思う。そう外国人の人の行動を見ていや私だったらそこまでできないですみたいなのがあって、だから体的にね。だからその意識とかじゃなくてそもそもそうなんだろうね。なんかアメリカンではなくて半分みたいな。なんかちゃんと日本の文化がなんか潜んでるみたいな。確かにね、なんかどっちともなんかあるんだろうね多分、で体的にそういう行動をしないみたいな感じ。そうでも日本人すぎてもないみたいな。そう形になんか肩に入れない。だからちょっとはみ出てる、けど完全に出てない。そうちょっとはみ出てるけどちょっとなんか完全にはみ出てないけどちょっとなんか違うみたいな感じ。I understand。確かに。ゆかはさなんかさ友達はさアメリカ人が多いの？なんか英語圏の人たちが多いの？それともさゆかは結構日本人。でも私は日本人圏が多くない？なんか海外の大学に行ってたとか。確かにね。みんなそれかもしれない。確かに。そのつながりでみんなでつながってる感じ。確かに。だからまあでも普段は日本語で喋ってるけどでも英語ポンって話しても理解できるみたいな。確かに。私は結構なんかでもそれすごく自分の仲がいい友達だよね。私はなんか日本に来てじゃすごく仲がいい友達っていうとなんか日本からあんまり出てたことないのにアメリカンみたいな感じの友達が多い。わかる？確かにね。とかまあそれこそ海外経験がある日本人の子も多いけど、結構ねそうだねだねがもう完全にアメリカ人。完全にもう英語。確かに完全にアメリカ人はいないかもしれない。ね。なんかどこで出会うの？完全にアメリカ人のが住んでる日本そう日本でどうやってそういう人に出会うの？てか大学の友達とかつながってる？そんなつながってないかもしれない。私は結構ねつながってるんだよね。でなんか結構時々めっちゃ電話したり長電話とかはする。全部英語で。してたけど最近は全然ないね。なるほどね。新しいライブステージでね。No, it's the same. I know. でも結構私は
昔から環境がパッパって変わっていく感じ。そうだよね。ゆかはさ結構さめっちゃ変える。そうだよね。なんか変化に強いよね。なんかずっと変化してる気がしてる。でそれにでも自分だけがなんか動いてでなんか周りとなんかそんなになんかつながりが持てないみたいな。なんか持てるんだけど確かにね。なんかそんなになんかずっとつながってないといけないっていうわけではない。昔の友達とね。そう。だからまあ1年に1回会ってわーっと盛り上がって、OK、来年またねっていう感じかもしれない。でも私の友達たちもみんなそんな感じ。確かに。みんななんか毎年、なんか毎週会おうよっていう感じじゃなくて、1年に1回とか、なんか数ヶ月に1回会えたら超嬉しいみたいな。確かにゆかはそういう友達よね。私は結構アメリカでさ、その日本人のさ、その日本の補習校のお友達がめっちゃいるじゃん。あの子たちは結構みんな結構会ってるんだよね。あの子たちは近いよね。近いよね、すごい。で、グループチャットとかやってもなんかみんななんか会ってるんだよ、結構。で私は1年に1回とか2年に1回とかしかアメリカ帰らないじゃん。でその時に会うみたいな。でもなんか彼らがもし日本に来たら私は会えるかどうかも分かんないみたいな、そうだよね。なんか何回も会ってもいいんだけどでも結局なんか会ってる時に自分がなんかこれやらないといけなかったのにとかなんかそういうものが湧き上がってきたらすごく嫌だからだからなんかなんか自分がなんか予定なんかやらないといけないことをすっぽかしてまでも会えるかっていうと会えないタイプかもしれない。会えないタイプで、ね、私は、でもさそれってさ普通になんか好きな人とかだったらさ、すっぽかしていいの？すっぽかさない。それでもすっぽかさないんだ、素晴らしいねそれは。なんかそれは学んだから。なるほどね。私さちょっとすっぽかしちゃうかも。そうでもこれはすっぽかしたらダメなんだよ。そうだね。It's a cherry on top。It's a cherry on top。そう、right. で私はすっぽかしてきたの。そうだよね。私ゆか見てさ確かにゆかの過去の恋愛とか見てめっちゃさすっぽかしてんなと思ってたのね。全部すっぽかしたもん。そう私さなんかあれやるって言ってたらなんでやってないんだろうみたいな思ってたのね。あれ多分恋愛にのめり込んでらっしゃったからかな。のめり込むからね。でもなんかそこで学んだもうすっごいあれはすごい別れ方だったじゃん。You know. Yeah. And then, でもそこですっごい学んだ。めっちゃ書いて自分の考えとかも言語化してでなんか、最終結論すっぽかしたと結局自分を優先するっていうね、だから自分を優先しないと結局何も残らないから。確かにね私は多分それ学ばないといけないんだと思う。もうちょっともう一回学ぶもうちょっとねなんかね揉まれないといけないと思う。私確かにねもうちょっとなんかさ世の中を怖がってるんじゃなくてもうちょっとなんか揉まれた方がいいような気がする。私さなんかさ鶏肉とかも揉まないじゃん。鶏肉も触んないよね。てか肉全部触んないよね。もうちょっと揉んだ方がいいな私。確かに。でも I think 失恋が一番いいと思う。本当に私失恋なんか多分させたことはあるかもしれないけど、私はあんましたことがないかもしれない。失恋、なんか多分したことないと思う。そうなんかいやそもそもねめっちゃ好きっていう人には会ったことはないかも。確かに。で会ったとしてもなんかいや会ったことはないね。確かに。だからなんか今までのこういう恋愛のあれなんだけど多分ね。でもなんかめっちゃ好きっていう人には一度会ってみたいなっていうのが今年のね目標。目標っていうか何もコントロールできないけどアンテナ立てとけばいいんじゃないかなと思ってるけど。それはすごく幸せなことだ。そうめっちゃすごいよね。すごいと思う。でもタイミングだと思う私は。そうね。でなんかみんなにさいやなんかミサはもうちょっとなんかいろんな人たちと出会った方がいいとかね言われるんだけどさなんかじゃあデーティングアプリを使うってのは違うなんかちょっと私はちょっと違うなと思うのね。なんかいいんだけど全然なんかすごくお姉ちゃんなんかゆいもさ確率上がるよみたいな感じで言うけどさ私はちょっとなんかそれをこうやってやってるんだったらなんか違うことしてみたいなって思うからやらないけどでもねもうちょっとなんかいろんな人たちを見ないといけないんだと思う。でさなんか見て付き合うんじゃなくってこういう人がいるんだみたいな感じで結構客観的に見とくっていうのがなんかヘルシーじゃない、健康的。なんかさこの人なんか会ってさこの人だってなったらさ
なんかいやその人だけじゃないからねってなるやん。うん。でもこういう人もいればこういう人もいるみたいな感じ。結局最後に自分が選べる立場になったらいいよね。そうだね。うん。そうだね。そうだね。10人ぐらいいて選べたらいいよね。A 君か B 君か C 君か D 君。超幸せ。イニミニ前に You! I like you! そうね。だったらめっちゃいいかもね。うん。That's so funny. いやそういうなったことある？ないよ。でゆかってでも結構さモテ遊ぶってたら変だけどさ、ゆかはすごいモテると思う。モテないよ。本当に私の、そう Really? うんゆかは結構ねモテるんだと思う。なんか男性の扱い方だったりとか、そのグループでいてても結構なんかすごくモテるなと思っちゃった。Really? うん。Really? 去年なんかバーベキューとかね、Wow. 8月ぐらいの、去年やけど、うん、でもなんかすごいなんか動かれるんだなみたいな。素晴らしいと思っちゃった私。私ちょっと真似しようと思ってなんかとか言って。そうそう、動いてるからモテるって言ってんの。うん。かっこいいもん動いてたら。人のためになんかお箸とかさ出してたら気遣いができるんだと思うじゃん。Really? すごいなんか素敵だなって思っちゃう。男性にしてほしいよね。確かに。男性がしたらかっこいいんだよ。確かに男性がしたらめっちゃかっこいいよね。それはかっこいいと思う。でもさ、女性もなんかまあ素敵だなと思うけど、男性ってあんまいないよね、そういう人。そうね。でもそれができたらめっちゃなんか、いいってなる。うん、そうね。なんかその気遣いができたら、グループの中、特にグループの中で気遣いができたら、だからそれすっごいかっこいい。じゃあグループで結構なんか遊んだらいいのかな。でも本当そうだよ。なんかその好きな人の、例えば好きな人の友達に会ってみるとか、確かにね。その友達の中でその好きな人はどうやって行動するかって、私は結構見る。確かにね。うん、結構稀じゃない？でもさ、なんかさ、好きな人。でもまあそう、いい感じになってないと、その友達紹介してくれないから。そうだよね。まずそこだよね。まずなんかいい感じにならなあかんねんね。でもまあなんかその、例えばグループの中でその人と出会いましたみたいな。じゃあ、そのグループで結構集まってたら見れるじゃん。確かに。でもそういうのもいいし、いいし、それいいね、でも本当に男性が動いてたら一番いいよね。確かに男性動く人いいよね。気遣いができるしね、なんかやっぱ亭主関白っているじゃない？なんか水それマジでちょっとなんか、Oh my god, I cannot do that. ね、最近のでもそんな人いるの？いるよ。全然いる。そう。でもなんか私はでもね、逆になんかやっちゃうタイプだと思う。なんか水みたいな感じで。でもなんかそれはあんまり良くないと思う。そうね、いいと思うけどなんかやりすぎたらちょっと健康的じゃないと思う、私にとって。で女性ってやっぱりさ、なんかアメリカとかだったらさ、なんかもうレディースファーストでさ、なんか男性がめっちゃやってくれるじゃん。なんか男性がもう、なんか女性がさもうプリンセスみたいな感じじゃない？そうね、で日本は結構なんか女性が立てるみたいな、あるじゃない？まあ女性が男性を立てるのもすごく素敵だと思うのね、でもプリンセスのように扱われたらもっと素敵かなってそうねなんか女性がなんか嬉しいじゃん。そう、女性が潤うから男性もその潤って女性の隣にいて幸せみたいな。確かに。で、それいいよね、2人とも潤うみたいな。確かにね。それがいいね。でもなんか私はなんかなんていうのかな、男性のために何かをやってあげたいっていうタイプかもしれない、ちょっと。ゆかは結構やってもらう側が多いよね。そうね。なんか甘え上手だよね。私はやってもらう人しか付き合ったことないかもしれない。そうだよね。ゆかのなんかでも前の人はそうだね。逆だった、ちょっと逆だったけど、その前の人とかはすごかったよね。めっちゃすごかったよね。なんか私なんか見てなんかすごっみたいな思っちゃったもん。なんか私は歩くだけでいいみたいな、ね。そう。床を歩くだけでよくて、カバンを全部持ってもらってるっていうのも私なんかお母さんにさなんかどうなのかなあれみたいなっていうのも聞いたこともある。じゃあ私のカバンは全部自分で持つんだけど、でもなんかその他大きいものとかは全部持ってたよね。すごいよねあれ。あれはすごすぎると。あれすごいよね。あれ結構まあいいかな、いいよね。でもなんかいろんなさ人を経験し、いろんな人たちを見たいなって私は思う。そうね。でなんかそれで自分が一番自分らしくいられる人って誰なんだろうみたいな、それを明らかにするためにジャーナリングが
いいんだ違う明らかにするためにいろんな人たちを見て、そうね。でノーやったらすぐにノーって答えを自分で出さないといけないと思う。あ、この人じゃないなと思ったらちょっとなんか一旦切るんじゃなくて、まあなんか一旦ちょっと違うなと思ったらちょっと違う目で、でなんか今日なんか面白いポッドキャスト聞いてて、なんか例えばね、その自分の運命の人、なんかその一番会う人が会った15人目の男の人だったら15人に最初行かなあかんや。だからさ、1人目2人目になんか3年4年かけてたらさ、一生この15人目にたどり着かないから、だからちょっと違うなと思ったら一旦なんか次 next みたいな感じでやった方がいいっていうアドバイスを聞いてた。Do you think so? まあなんかそのなんかすぐに次っていうんじゃなくて、やっぱその恋愛って共に成長する必要があるから。あ、確かにね。でなんか教育の場だと思う。なんか互いに対しての教育の場で、だからその例えばまあ love language があるじゃん。でそのうまくいかない時って大概そのlove language が合ってないからと思う。で love language っていうのはなんかどういう愛情表現をされたら一番嬉しいかっていうので、何だっけ、そのacts of service。そうなんか一つは何かをしてもらったら嬉しいのか、quality time でなんかいい時間を過ごせたら嬉しいのか、gifts プレゼントもらって嬉しいのか、あとフィジカルタッチだからなんかそのなんか触ってもらったら、なんかその愛情表現になるのかっていうので、and the words of attribute。そう、affirmation。だからなんかいいその言葉をかけられたら、なんで自己肯定感を上げるような言葉をかけられたら嬉しいのかっていうのを5つあるんだけど、嬉しいっていうかそれで愛情を感じる。そう、確かに。でその愛情の表現の仕方がさ違ったらさ、例えばさ、自分はプレゼントもらったらめっちゃ嬉しいのに、なんかさなんかタッチだけしてきたらなんやねんってそうであんまりタッチがその、まあ、5位だったら、そのランク的に5位だったらどういう何なのみたいな、なってくるし、その本当は例えば、自己肯定感を上げてもらう、例えば言葉を今日も so pretty みたいな、毎日 pretty pretty って言ってほしいのに、なんかギフトもらってるみたいないらねえよってなるかもしれないよね。確かに。だからなんかその愛情の表現の仕方が合ってたらいいんだよね。とか合ってたりとか合ってるっていうか理解したらいいんだよね。理解が必要で、そうコミュニケーションが必要だよ。そうでなんかだからそれも教育っていうか学び、で調整の場だから、そのこの人愛情表現下手くそやわとかで、ね、なんかちょっと違うから次って思うより、なんかそこのコミュニケーションをして、それでも合わなかったら合わないんだよね。そうだからなんかコミュニケーション、なんかどれだけ自分がすごくなんか正直に話せるか、でそれで相手が理解できるかっていうのが、でもそこまで結構ね壁をねなんかね結構打ち解かないといけないと思う、なんかぶっ壊さないといけないと思う。で私は結構それがなんかね苦手っていうか、ちょっと怖くなるけど、それができる人がいるのであればなんかめっちゃいい関係性を作れると思う。なんかちゃんと自分が思ったことを言って相手が傷つかずになんか理解して、そっかみたいな感じで変えれる、でもなんかお互い別にお互い変えるとかはできないじゃん。なんかお互いはさ自分を尊重してるからさ、そうだからなんかお互い言ってなんか理解し合って、そうしたらこうだねみたいな感じで言えるような、この英語で言ったら compatibility、 なんかその相性みたいな感じではすごく大切だと思う。相性って大切、なんかこの人と合うかどうかで理解できるかどうか、だってさなんか違うじゃんお互い、その違うさ、人生を送ってきたからさ、価値観とかも違うけど、それでお互いどれだけ理解できるかっていうのがめっちゃ大切。それってすごいよね、本当にお互いなんか出会ってきた人も生まれてきた環境も全然違うよね、全部違うのになぜか相性がいいとか、そうなんか分かち合えるとか、笑いのツボが一緒とか、so weird, so interesting。 だからさ、なんか赤い糸って信じますかっていう。赤い糸ってあるやん。なんか知ってる？赤い糸って、なんか the red string、 糸が出てるんでしょ？知らんけど出てるらしいんだけど、つながってるみたいな。みたいなでは信じる。私結構信じるかも。
なんか同じような、お互い同じような、なんかその行動をしてるとか。なんか友達でもさ、例えばなんか、私も、高校時代こういうことをやってて、で、同じ時期にこういうことをやって、会ってないのにね。で、同じような時期にこういうことをやって、で、やっと会って、友達になって、みたいな。で、あんまり会わないけど、ちょっと友達っていう友達はいる。なんかそれはすごくなんか、なんていうのかな。一生の友達っていうか、何があっても。だから結構、it's cool. なんか私結構そういう友達いるかもしれない。だからなんかちょっと違う、なんかちょっと大丈夫かなとか思っても別に絶対に切らないし、友達としては。で、向こうに裏切られても私は絶対に切らないって感じ。Wow, so generous. 私はなんかそういう感じかな。なんか、まあ、普通になんか男性そこまであんまり経験はないけど、でもなんかそういう赤い糸っていうのは、その運命の人であるとは私は信じた方が楽しいんじゃないかなと思う。楽しいよね。なんかこの人が運命の人かもしれないみたいな。確かに。いないかもしれないけどね、運命の人なんて。でもいたってなんかいるかもしれないっていうのを信じる方がなんかちょっとロマンチックかな。そうね。ロマンチスト。私結構ロマンチックじゃない？違う？ No, not really. Yeah, I think I'm kind of romantic. You can be. You I can can be be whatever you want. I can be whatever I want to Yeah, be. you can be whatever you want. 確かにね。そう。何にでもなれるもんね。そうね。まあ確かにね。ではいかがでしたでしょうか？ Do you like it? That was kind of fun. Yeah, that was fun. なんか日本語喋ったらずっと喋り続ける。そうだね。なんか結構意外と結構日本語で喋れるかもしれないね、私たち。いや、英語でも結構ね、深いところまでいけるけどね。いや、日本語でも結構深いところ、結構なんか I'm pretty proud. pretty proud. でも、そうだね。日本語をもうちょっと強化したいので。英語か日本語かというと。そうね。そうなのかな？私はどっちでもいいな。本当に？あんまこだわらずに。このチャンネルもなんかさ、英語で喋るか日本語で喋るかってめっちゃ迷ってたじゃん、ずっと。ね、めっちゃ迷ったじゃん。でもなんか最近は吹っ切れてどっちでもいいやと思っちゃった。そうね、それがいいんだと思う。それがいいんだと思う。で、なのでなんかいろんな英語だけの動画とか日本語だけの動画って出すかもしれないけど、皆さんちょっとご了承ください。なんかちょっと自由にやっていこうかなと思ってる。そうね。今年こそはね、自由に。ちょっと今まであんまできてなかったからさ、なんか考えすぎてできてなかったから、なんかあんま考えずにちょっと自由にいろいろとね、できたらいいよね。そうね、まあ交互にできたらいいんだよね。確かにね、そう。なので、皆さんいかがでしたでしょうか？結構楽しかったので、また次回もお楽しみいただけると超嬉しいです。次はどんなお酒にしたらいいか、確かにコメント欄でお願いします。お願いします。どういうお酒がいいかな？レモン。What are you interested in? 私はいつもカシスオレンジやから、カシスを買ってくるか。Or like なんか梅酒好きだからさ、確かに梅酒になんか梅酒もいろんな梅酒があるじゃん。確かにね。梅酒にサイダー割ってみたいな。とかなんか日本酒とかさ、持ってきたいよね。いいね。OK、日本酒 is so good. Really? Yeah. ちょっとじゃあ次はどういうお酒にしたいか、してほしいかっていうのをちょっとコメント欄に教えてください。で、実は私たちなんか目めっちゃ悪くて何も見えないんだけど、画面がね。何にも見えないんだけど、これがちゃんと撮れてることを、祈ります。はい、では皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またちょっとこういう夜ラジオ日本語でしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。Stay tuned。お楽しみにしててください。で、今年こそは YouTube をいっぱいいっぱい発信したいなと思ってるので、応援のほどよろしくお願いします。OK。You're like あと。はい。では、I hope you guys are having a great day and a great life. And I'll see you guys in my next video. またね。Bye.